10年間ずっと喋らなかったら人はどうなると思う？それも一言も口から発生しなかったら喋る能力を失う？普通の人生を送れなくなる？ということでゲストに来てもらいましょう。むくちちゃん、カモン。彼女の名前はむくちちゃん。双子の妹の早すぎた死によって10年間喋ることをやめた女よ。彼女は最初の数週間ずっと部屋で泣き続けた。言葉を失ったのは彼女なりの懺悔なのかもしれない。そして1年目、むくちちゃんの親や友達は心配して何度も病院に通うよう説得した。でも彼女の意思は曲げられない。5年目、親や友達はもう諦めてありのままの彼女を受け入れていた。でもむくちちゃんは猛烈な孤独に押しつぶされていた。もう誰も言葉を失った彼女と一緒にカフェでおしゃべりしたり海でバーベキューをしたりしない。誰も誘わない。人の一番の弱点は孤独で彼女は苦しんでいた。彼女は孤独をごまかすためにネットでチャット友達を作っていた。9年が経った。あれからむくちちゃんにはネット上に彼氏ができていた。良い人だ。でも実際に会ったことがないことから当然会いたいとせがまれていた。幸いにもむくちちゃんの心の傷は彼氏のおかげで癒えていた。このままじゃいけない。彼女はついにリアルに復帰しようとした。10年目、今日はむくちちゃんがずっと閉ざしていた口を開く日。彼女は彼氏と現実世界で初めて出会った。挨拶をしようと口を開く。言葉が出ない。そんな。何度も喋ろうとするがうまく喋れない。かすれたうめき声が出るだけだ。むくちちゃんに一体何が起こってるのだろうか。それに答えるにはまず発声のシステムを見る必要があるわね。人は話すとき物理的に顔の中の声の筋肉も動かしてるの。それから脳内のいろんな神経細胞が発声するために適切な引き出しを開いてるのね。つまり長い間喋らないってことは顔の筋肉や声帯、そして脳の会話に関与している部分が休眠状態になるってこと。さらに声の音量、ピッチやトーンは声帯の強さ、大きさ、形、声帯から出る空気の力とかによって決まるの。こんな風にむくちちゃんがうめき声しか上げられない理由は声帯が全体的に弱くなったからね。コロンビア大学のドクターアニールさんに聞いてみましょう。声帯は体の他の筋肉と同じく鍛えることもできれば使わないことで弱くなることもある。ずっと喋らなければ後頭筋、つまり音の発生を制御する筋肉が萎縮する。一部の人は声帯が弱まってもそこまで問題じゃないって言うかもしれないけど、実はこれは大きな間違い。発音障害が起きやすくなるし、声の大きさを下げてピッチを高くし声をかすれさせ喋るのが難しくなるの。つまりむくちちゃん、あなたがこの10年で声を失った可能性もあるけどかなり低いわ。今後の最大の課題は声帯や顔の筋肉のリハビリをして喋る能力を取り戻すことね。心配しなくても大丈夫よ。あなたの場合は声帯が孤立してないもの。声を出さなくても喉の中に存在するから生きるために呼吸や食事をするでしょ。つまり声帯は完全に萎縮してないはずよ。再度喋るのをやめたとしても致命的なダメージは発生しない。声帯は神経支配され供給されているため完全に萎縮することはない。回復の見込みがないケースは神経供給がなくなる状態にしか発生しない。むくちちゃんがポップで質問している。何？脳のダメージは？質問ありがとうむくちちゃん。 NYU 神経科学センターがこう言ったわ。優れた音楽家は神経細胞を進化させている。優れたアスリートも空間認知を進化させている。そのためよく喋る人も脳の会話に使う部分を強化しているし、話さない人は逆に劣化させてると言える。つまり劣化する可能性はあるってことね。ただしさらに聞いていくと、例えば体の一部を使わないとその場所に連動する脳のエリアが縮小するが、その分他のエリアに容量が回る。指を失ったら別の指の神経細胞は大きくなるだろう。つまり視力を失った人の聴力が良くなるのはこのためって言われてるのよね。確かに喋るのをやめてから注意力が上がった気がする。書いてくれてありがとうむくちちゃん。つまりお二人ともむくちちゃんは10年間口を閉ざしたけどリハビリを続ければ短期間で治る可能性が高いわ。一番大切なメンタル面はもう回復しているようだし。ありがとうございますドクター。ありがとうございます。きっと喋らなくなる前の彼女に戻れるわ。診察そしてリハビリから数日が経った。むくちちゃんは今では普通に喋れるようになり、彼氏と結婚して幸せに生活しているそうだ。めでたしめでたし。